皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。牡蠣の時期ですね。そろそろ牡蠣の時期が来てしまいました。ということで今日はですね、海進丸に来ております。でちょっと親方がですね、今まだちょっと作業中ということで息子さんに来てもらってます。こんにちは。最近広松さんの動画で大活躍の海田くんです。全然釣ってないですけど玉編み職人と呼ばれてる海田くんが来てくれてます、はい、海進丸の息子さんです。今日は牡蠣の時期ということでですね、いかだ出しの手具を頼まれたんで行きたいと思うんですけど、今年牡蠣の様子を聞いたの？全然聞いておりません。聞いておりませんちょっとあんまり役に立ってくれませんけど、すいませんこれからでは牡蠣の手伝いに行きたいと思いますんで、今日はそれをアップしたいと思います。おはようございます。現在朝6時30分、港を出港しております。今から海進丸のいかだをさばります。引っ張って沖合に出します。稚貝の時はこの湾号の港のすぐ出たところで育てて、大きくなったら収穫前に沖の三郎島っていうんですけど、沖に出します。牡蠣のいかだを。それのお手伝いです。今日は風が吹くらしいんでどうなるかちょっとわからないですけど頑張ります。いかだに到着しましたが、早速風がちょっと吹いてきてます。ちょっと怖いですねこれは。船に今からドッキングして2杯でさばります。もう出発始めました。今年は牡蠣はどうなんでしょうかね。雨がしっかり降ってプランクトン大量に湧いたんで太ってるんじゃないでしょうか。牡蠣のいかだ多分重いと思いますけど、風の中無事に出せるでしょうかね。風の中のドッキング作業緊張します。ここなんかいっぺんに3機出しですね。海進丸は2機出しなんですけど、3機出すと一度に終わるから楽でいいですけど、かなり負担きそうですね船に。すごい長さです。潮が上り潮なんでこっちに流れてますから、3機出しは曲がるのも大変そうですね。こっちに曲がっていかないといけません。後ろの人たちはのんきに座っております。このセリフを聞かれたら後から怒られると思います。他の船もたくさん出してます。その後ろも1週間でいかだを全部出しますんで、もう寄島町全員で出す感じですね。底引きの人も手伝って、他の漁の人も全員手伝います。よいしょ。今自分も一緒にさばってますけど、いかだを。今日の自分のメインの仕事はこのさばるのではありません。これは補助で今自分はさばってるだけです。現地に着いてから後ろからイカリを打つ時にピンとイカダを効かさないといけないんですけど、そのイカダを効かす役割が今日の自分のメインの仕事です。思い
はここで離れます。風があるので離すのも難しい。なんとか無事離脱できました。自分はこれから後ろに回ります。あれが今自分たちが出してるイカダですんで、あれの後ろの方につけて逆からさばきます。今からで怒り打ちです。これが結構ガタガタガチガタって怖いんですよね。結構撮影しながらやるのが大変です。よいしょ。風がありますんでゆっくりゆっくり、よいしょよいしょ、ゆっくりゆっくり慎重に、風がありますから。海進丸の親玉が常に一遍輝くとき、そう、それがこの日です。この日以外はどんよりしています。これも後から聞かれて怒られるパターンのやつです。あとはずっとさばられながら自分も目的地まで行きます。着いたら馬力ハンドルを上げて反対側に自分が引っ張ります。合図が来ましたのでワイヤー伸べます。目的地に着いたようです。沖行くだけなら簡単なんですけどね、魚取るだけなら。他のなんやかんやの量も段取りとかそっちの方が大変ですし、この牡蠣収穫するだけなら楽でいいんでしょうけど、牡蠣収穫するまでが大変ですよね。なんやかんやもう段取りからなんから。合図が来ましたので今から反対方向にさばります。風がありますんでですね、どうしても沖に流れますね。潮も今沖に流れてるんで、船は知恵振れという合図が来てますんで、岡側に船を振ります。個人的にこの怒り打ちのシーンがとっても好きなんですよね。なんかかっこよくないですこれ、構えてる姿。海進丸の親方輝いております。反対側も構えております。怒りを合図待ちです。場所が定まらないようですね。なかなかやっぱり風がありますので、合図出ました。離したところが離しました。それにもましてこのイカリを打った後にイカリ綱をこうイカダにまくりつけるんですけど、このシーンがもう超かっこいい。個人的にひどい時は海の中に浸かりながらやってる時ありますからね。その海の中に浸かりながらやってる姿が超かっこいいんですよね。海の中に手をつけてまくりつけるこのシーンが個人的にも一番好きですね。これで最後の怒りを打って終了です。これで自分のお仕事も終わりです。離して港へ帰ります。港へ帰ってます。大量のカモメさんを見ながら港に帰ってます。はい、ということでイカ出し無事終わりましたね。はい、今年は牡蠣の調子はどうなんですかね。まあぼちぼち平年並みじゃないかな。ああ、もう見に行ったんですか。一応何回か見に行ったけど、はい、結構台風がいるから死んだのが死んでしまったのが何本か死んでしまった。まあそれはこの間1週間ほど前に止まったんだけどな。まあこれからあと10日ほどして
どんなかな。それでイカダが沈んだらまあ成長しようでもかな。結構沈んでなかったんです今日。いや今年はちょっとあまり沈み悪いのあれではあるんですか。悪いよ。もうやっぱりレールが浸かるぐらいかな。ああいけんのですね。死んだのはそれなんで死ぬんですか。それが分かったらいいかできるね。まだ分かって解明されてないですねそこは。ああなるほど。ということでなんとか無事風が吹いてたんでどうなるかと思ったんですけどなんとかイカダ出し終わりました。いつから始まるんですかね。もう自分方は11月の20日前後。ああ11月20日前後から海進丸が開きますんで皆さんぜひ牡蠣を頼島の牡蠣を食べに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。親方今日はありがとうございました。いやこちらこそお世話になりました。はいどうもありがとう。牡蠣を待ってますんで。了解。また今年も。はい、よろしくお願いします。はいはい、ありがとうございました。はいどうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしく。最近はこんな感じで布団の中に入って一緒に寝てくれてます。かわいいね、おっぴ。どんだけぐるぐる